今日はペンテルのエナージェルフィログラフィーの限定色ターコイズブルーという高級ゲルインキボールペンを購入したので紹介をしていこうと思います。ゲルインキボールペンなのに定価が2500円もするということでなかなか買えずにいたんですけれども、限定色という後押しがあってとうとう買うことができました。黒になっているところが限定となっていまして、通常はメッキのシルバーとなっています。ターコイズブルーとマットブラックの組み合わせが個人的にかっこいいなと思ったのでこの色にしました。若干ラメっぽい塗装がされていてメタリック感が結構強めですね。 25g もあるので結構ずっしりとしています。かなりしっかりとした塗装が施されていて触り心地は少しザラザラとしています。回転繰り出し式のボールペンとなっていまして回し応えがありますね。ペン先にはシュッと細くなったニードルチップが採用されています。自分が持っているこちらのエナージェルユーロも同じような形状となっています。製図用ゲルインキボールペンみたいな感じでペン先の視界とかも良さそうですね。後から実際に書いてペン先の視界とかも紹介していこうと思います。リフィルは金属リフィルかと思いきや、樹脂のリフィルとなっていてこちらを80円で購入することができます。軸は2500円と結構高いんですけれども、リフィルは結構安いのでランニングコストはかなり優れているんじゃないかなと思いました。後ろの爪で引っかいたようなものは何の意味が込められたマークなのでしょうか。結構似ているパイロットのアクロドライブと並べてみました。エナージェルフィログラフィーの方がシュッと細長くなってますね。実際に書いていこうと思います。改めましてこちらのペンはペンテルエナージェルフィログラフィーの限定色ターコイズブルーの 0.5mm 極細でございます。エナージェルはスッとかけてさっと乾くというのをキャッチフレーズにしているんですけれども、紙にもよるとは思いますが書いた直後は伸びてしまいました。ペンテルの公式の動画を見ると伸びなかったので、浸透しやすい紙を使っているとか編集のマジックを使っているっていうのもあるんじゃないかなと思います。5秒経つと OK でしたね。ゲルインキボールペンって滑らかに書くっていうよりかは引っかかりを感じながら書くっていうのが自分の中のイメージなんですけれども、こちらのペンは全然そんなことなくて結構滑らかに書けます。真鍮の軸のおかげで、書き心地が良くなっているっていうのもあると思いますね。あとしっかりと黒色を発色してくれるので筆跡が結構目立ってくれます。なので字をきれいに書くことができるんじゃないかなと思いました。ニードルチップのペン先でスリムな軸のペンなのでペン先の視界も結構いいです。細かいノートとかをきれいに取れると思うのでこれは本当におすすめできるなと思いました。あとはペン先のガタつきが結構少なくて、真鍮の軸となっているのでかなり書き味がいいです。フィログラフィーっていうのはペンテルの造語だと思うんですけれども、フィロは愛するでグラフィーは書くことっていう意味がありまして、フィログラフィーは書くことを愛する、つまり文房具好きの方に向けた商品だと自分なりに解釈していて、文房具に口うるさい自分でもとても満足できるほどのクオリティのペンなので、ゲルインキボールペンでいいのが欲しいなと考えている方はぜひこちらのペンをお勧めしたいなと思います。これだけベタもめしたのはオレンズの新メタルグリップ以来ですね。会心が80円で 0.3mm から 1.0mm まで幅広く展開されています。自分の 0.5mm はサラサの 0.5mm よりもほんの少しだけ筆跡が太いかなと思いました。インクの色もたくさんあるので丸付け用の赤ボールペンにするのもありじゃないかなと思います。ただ一つこのペンの難点が値段なんですよね。見た目の割に結構高いっていうのが正直な印象です。1500円から2000円ぐらいが適正かなと思います。でも書いてみるとこの、価格設定に納得できるかなと思いますね。自分は Amazon で2000円ぐらいで結構安く購入できたので、概要欄に Amazon のリンクを貼っておくのでぜひ参考にしてみてください。さすがペンテルっていう感じのボールペンでした。ということで今日はペンテルのエナージェルフィログラフィーの開封でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回のシーサーでお会いしましょう。